やっほー、皆さんこんにちは。見て、たくさんイチゴを買ってきました。ということで今日はお家でイチゴのアフタヌーンティー会を開催しようと思います。で、作るものは具体的に決めてないんだけど、とりあえず完成した時に一面がピンクでイチゴって感じになるようにね、お家にあるものでいろんな種類のできるだけ小さいね、ストロベリースイーツをたくさん作りたいと思います。で、一般的なお家にあるものだと多分ね、そこまで作れないんじゃないかなって思うかもしれないんだけど、うちはね、本当に得意家庭で、ストロベリーピューレとか、ストロベリーパウダーとか、で前回ボンボンショコラで余ったストロベリーチョコレートとか、で、フローズンイチゴとかね、本当にたくさんあるので、なんかそこら辺をね、消費できたらなっていうふうに思ってます。ということで、早速作っていきましょう。さあ、行くぞ。とりあえずまずはマカロンから作っていきます。前回のアフタヌーンティーはマスカットをテーマにしてやったんだけど、全体が黄緑色ですごい統一感があって可愛かったので、今回はピンクとか赤とかそういう色をメインにしてイチゴをテーマにしたスイーツを作っていきます。味だけじゃなくてもちろん見た目もね、いろんなスイーツを作ろうと思うんだけど、どのスイーツも誰が見てもイチゴスイーツってわかるようなスイーツにしたいね。ということで手始めにイチゴの形をした変形マカロンを作っていきます。変形マカロンを作るときはやりがちなんだけど、失敗した時のために普通の丸型も作ろうと思うので、そっちはピンク色にしようかなって思ってます。そんなわけでまずはピンク色の生地を作って、後で一部を取り分けて赤色に着色します。別々に作るとめんどくさいし、卵白は1個だけに抑えたかったからね。ここからマカロナージュタイムなんだけど、この時に今日作る大体のものをね決めてました。クッキー生地を作ったらクッキーとかタルトとかいろんなものに使えるなとか思いつつ、最近ムース作ってなかったからそれ作ろうかなとか、あと冷凍庫にパイシートが1枚余ってるからそれ使っちゃわないとなとかね、いろいろ考えてました。私のお菓子作りは明確にどんなものを作るかっていうのは決めてないことが多くて、こんな感じっていうイメージはあるんだけどね、だから途中で材料が足りなくなったり思ってたのより微妙なものができたりっていうのもあるんだけど、逆にイメージを超えて可愛いスイーツが作れたりもねするの。そういう何が起こるか分かんないところがねほんと楽しいんだよね。ということで長話もここら辺にして生地ができたのでマカロンを絞っていきます。まずはピンク生地の丸型の方ね。見て、いろんなサイズのマカロンを絞ってみました。ツヤッツヤのマカロンになりますようにって願いを込めながら作ってます。では乾燥させます。そしたら次は赤色の生地でイチゴの形に絞っていきます。ミニサイズの方が可愛いかなと思って気持ち小さめにしてます。こんな感じで絞り終わりました。できるだけね、形が同じになるように絞ったんだけど、大丈夫かなって感じ。とりあえずこれも乾燥させます。次はこのカヌレ型にいちごチョコを塗っていきます。よいしょ。元々の大きさはもっとね、これの3倍くらいあるんだけど、それだとね、私の冷凍庫は入らないので、カットしちゃいました。こういうのは思いっきりやっちゃうんだよね。ちょっと汚いけど、こんな感じでコーティングして冷やしてきました。そしたら次はいちごとチョコの2種類のムースを作っていきます。まずはそれぞれのチョコを溶かしておきます。さっきのカヌレ型はこのムースに使おうかなと思って先に準備しておいたの。チョコとイチゴの2種類のムースを作るんだけど、生クリームとアングレーズはいっぺんに作っちゃいます。後でチョコに混ぜ合わせる時に分割するからね。ちょっとね、みんなに言っておこうと思ったことがあって、私が運用してる SNS アカウントは YouTube と Instagram と TikTok で
それぞれ概要欄に貼ってる一つだけなので、みんな注意してね。他のアカウントは全部誰か知らない人が運用してるやつだからね。私の声が流れてたり、私の動画が勝手に使われてても本当にごめんだけど、私が作ったコンテンツではないから、質問とかしても返ってこないからね。アングレーズができたので、溶かしておいたいちごチョコとミルクチョコにそれぞれ半分ずつ加えていきます。よいしょ。いちごとチョコね。よいしょ。生クリームも半分に分けます。こっちにちょっと加えて、で残りをこっちに加えてね。はい、チョコムースの完成。いちごの方もやっていきます。よし、できた。いちごムースはね、このハート型に入れていきます。ほっ。ちょっとまだ余ってるから、この型もね、使っていきます。これで一旦いちごムースはね、冷やしていきます。てか、こっちをいちごムースにすればよかったかも。間違えたかも。なんかさ、透けそうじゃない？薄くて、外側のチョコレートが。なので、さっき余ったいちごのやつをね、下側にちょっと入れようかなと思います。よし。で、この上にチョコムースを乗せようかな。いきまーす。ちょっと待って、入れすぎた。下のいちごムースを固めてからチョコムースを流し込んでもよかったんだけど、境界部分がマーブルになってるのも美味しいかなと思って一緒に入れちゃいました。よし、これは冷やしておきます。そしたら次はね、フローズンイチゴを使います。次はいちごゼリーを作ろうと思うので、まずはこのフローズンイチゴをいちごソースにしちゃいます。わあ、美味しそうじゃない？めっちゃ。ちょっとだけ1個食べていい？ちょっと1個いただきます。うん、うまい。これさ、砂糖入ってる？砂糖入ってないっぽいけど、めちゃ甘いじゃん。まずはグラニュー糖だけ加えて煮詰めながらある程度潰しておきます。よし。そしたらブレンダーで滑らかにして水とゼラチンを加えてもう一回温めていきます。次はね、このプリンカップを使います。少なめで2個だけ作ります。見て、これ買ったの。こういうのなんて言うんだっけ？忘れちゃったんだけど、いつもね、こぼしまくってるからね、これを買いました。2層構造にしようと思うので、半分くらいまでいちごゼリーを入れていきます。そしたらね、これで一旦冷やしておきます。いい感じだね。マカロンの乾燥が終わったので、次これをまとめて焼いていきます。可愛くできますように。次はね、いちごオレオを使っていきます。そしたら、溶かしたいちごチョコに砕いたオレオを入れていきます。このスイーツはなんか美味しいかなと思って私が適当に作ってるやつです。これをシリコン型に詰めて冷やし固めます。いちごのオレオチョコ棒みたいな感じかな。よし。3本できました。これは冷やしておきます。
て、マカロンが焼けました。いい感じに焼けてると思う。こっちもひび割れとかなく綺麗に焼けました。とりあえずね、これは冷ましておきます。よいしょっと。ちょっと裏面も見てみようか。よいしょ。お、いい感じです。綺麗に焼けてます。見て、ピエ可愛くない？で、こっちのピンクの方もいい感じではあるんだけど、この大きいのが取れるかっていうのが一番ね、問題なんです。お、いい感じかも。見て、綺麗に取れました。大きいのはね、しっかり剥がれるかちょっといつも不安になるんだよね。でも綺麗に焼けました。よいしょ。よし、次はね、いちごのミルクスポンジを作っていきます。ちょっと卵黄が多いとしっかりね、綺麗なピンクの色がつかないので、卵白多めのミルク生地にしてみました。ということで作っていきます。この前フラワッチのロールケーキを作った時に多分卵黄が多かったからか綺麗なピンク色にならなかったから、今回はその失敗から学んでレシピを少し調整してみました。変えたところとしては、卵黄を減らした代わりに薄力粉を少し減らして砂糖と油を少し増やして、あとね、水を牛乳に変えました。これで食感とか味はスポンジケーキに近いままピンク色になってくれるはずだと信じてます。やばい、もっと大きいボウルにすればよかった。横着しすぎた。いちごパウダーも加えて生地をしっかりいちご味にしていきます。その色になってる。はい、できました。じゃあ焼いてきます。かわいい。待って、余熱終わってなくね？余熱終わってないじゃん。嘘でしょ。余熱終わってなかったんだけど。遅くない？待って、なんかさ、オーブンさ、190度が出ないんだけど、なんか壊れたかも。190度でやったのに全然焼けてなくて、で温度確認したらね、140度なの。あ、今上がった。で140度だったからもう一回予熱してやろうと思ったんだけど、ずーっと140度で全く温度上がらなくて、多分ね20分くらいも経ってるの。マジでどうしよう。とりあえずこの生地だけ時間かかってもいいから焼けてほしい。せっかく作ったし。見て、全然ダメ。もうずーっとやり続けてんのに逆に温度が下がっちゃってんの。生地はね、よいしょ、多少焼けてはいるけど、多分普通に半分くらいしか焼けてないんだよね。とりあえずもうちょっと頑張ってもらおう。ちょっと今開けたことによってまたさらに温度が下がるっていう。今さ、やり直したらさ、見て、170まで上がってるんだけど、ちょっと怖いから室内がちゃんと温まってるかっていう確認はできたんだけど、とりあえずここのね、表示が170度にはなってる。もうね、ロールケーキを焼き始めてから多分だけど、40分くらい、てか40分以上ね、経過してるっていうね。あ、余熱変わりました。待って。あと何分焼けばいいの？とりあえず、3分くらい焼いておくか。嬉しい。ありがとう。こんなはずでは。ね、見て、無事さ、オーブンが復活して焼けたんだけど、逆にさ、めっちゃ焼きすぎちゃった。焦げてはないけど、焼き色つきすぎだよね。あ、いちごのいい匂いがする。裏面とかはね、大丈夫そうかも。ちょっとじゃあ、これは置いといて、どうしようかな。次行くか、とりあえず。よし、切り替えて次やっていきましょう。レアチーズケーキを作ることにしました。なんかね、オーブン今稼働させてるんだけど、なんか使えそうなんだよね。なんか治ったかもしれない。
1時間くらいかけてロールケーキの生地を焼いてたから生地がぺっちゃんこになっちゃってすごいショックを受けてたんだけど、切り替えて次のスイーツを作っていきます。OK。ちょっと一瞬冷やします。クッキー層ができたので、次はいちごのレアチーズ層を作っていきます。ヨーグルトがなかったからレシピから抜いちゃってます。作る分量が少なくても作業工程は同じだから大変さは変わらないんじゃないかって思うかもしれないんだけど、意外と全然楽なんだよね。型とかの洗い物の量が少なくなるからかな。いやでもそこはあんま変わんないか。なんでだろうね。よし、ここに流していきます。固まってるよね。これでちょっと冷やしていきます。先を急ぎましょう。ねえ見て、なんかオーブン復活したかも。なんかちゃんと焼けてんだけど。ということでなんかミルフィーユ作れそう。よいしょ。なんかオーブン使ってた時にオーブン台をレンジの上に置いちゃってたんだけど、もしかしたらそれが原因かもしれないんだよね。だからオーブンじゃなくて私に原因があるかもしれないからちょっと気をつけます。よいしょ。ミルフィーユの生地ができました。2回砂糖をやったのでもうこれで終わりかな。よいしょ。思いっきり潰してあげる。これでミルフィーユの生地ができました。そしたら次はマカロンのデコレーションをしようと思うので、その前にいちごのヘタの部分をマシュマロフォンダンで作っていきます。なんかさ、マシュマロフォンダンやると動物の森のお家作った時を思い出す。今までにあそこまでマシュマロフォンダンを使ったスイーツはなかったね。ちいこいもみじの型があったのでこれを傾いていきます。これでいいかわかんないけどね、正直。こんな感じ見える？こんなちっちゃいんだけど、これをね大量生産していきます。よいしょ。全然マシュマロ1個で足りた気がする。作りすぎちゃった。なんかね、通過を。こんな感じでパーツもできたので、マカロンのデコレーションをしていきます。クリームを絞る前のところまでね、やりたいと思います。ピエこんな感じ。かわいい。こんな感じいちご。こんな感じいちご大丈夫？ちょっとお手本がここにあるからさ。まあ。こんな感じでしょ。ヘタはさっきのマシュマロフォンダンをつけて、種はアイシングクリームで描いていきます。可愛くない？いい気がする。なんか合ってる気がする。いい感じ。いちごのやつが全部描けました。ちょっとマジで可愛くない？なんでイチゴってこんな可愛いんだろう。なんか全部イチゴにしてもよかったかもしれないけど、とりあえずね、こっちもデコレーションしていきます。ピンクの方は適当に模様を描きました。このさ、マカロンを回す手の動きがさ、なんか虫の動きみたいで気持ち悪くない？ごめんね。ちょっと模様を描いてみました。これでいいかな。とりあえずこんな感じでマカロンのデコレーションはね、終わりにしようと思います。めっちゃ可愛くない？イチゴが無事イチゴになってる。こんなにうまくいくとは思わなかった。めっちゃ嬉しい。そしたら次はね、このチョコムースの蓋をしていきます。そしたらね、これが
が固まったので取り出していきます。うまくできてるといいな、本当に。こう押し出す感じで。はっ。はっ。お、かわいいかも。見て。あ、待って。めっちゃかわいい。じゃーん。せーの。はっ。よいしょ。かわいい。めっちゃかわいいわ。やばい。あ、やばい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 。割れた。やばい、今割れたよ。大丈夫かな。うわ、めっちゃひび入ってる。わかるこれ。めっちゃ割れちゃったんだけど、まあしょうがない。それではここから仕上げのデコレーションをしていきます。なんか寂しいよね。なんかチョコとかつけようかな。チョコレートをね、テンパリングしてきたので、これでちょっとつけていきます。こう半分くらいまでつけるのはどう？よいしょ。テンパリングしたチョコが固まる前に、ついでにイチゴもチョココーティングしていきます。これシンプルだけどめっちゃ好きなんだよね。OK。テンパリングしたチョコってすぐ固まっちゃうんだけど、これがね固まっちゃうとまた溶かしてっていうのすっごい大変だから、一回40度くらいに上げてきました。そうするとねテンパリングが溶けるので固まるのがすごい遅くなるのでね、はい、これはちょっと置いておきます。そしたら一旦これはね戻して、こっちを仕上げしちゃいます。OK。ということでまずはカヌレ型のチョコムースが完成です。イエーイ。かわいい。かわいすぎる。さっきイチゴのチョココーティングをしたので、そのままホワイトチョコもやっちゃいます。つかめない。つかめない。あー！よいしょ。汚くなっちゃった。このままいきたい。よし、オッケー。やばい、これもオープンない。最近デコレーションがワンパターンな気がするんだけど、とりあえず可愛くしていきます。あれ、つかない？ついてくれ。トッピングで落っこっちゃったやつは他のスイーツのデコレーションに使うので安心してね。じゃーん、できた。こんな感じでデコレーションいちごの完成。これも冷やしておきます。次はね、グラサージュを作ります。ラズベリーピューレでグラサージュを作ります。ストロベリーピューレなかった。あると思ったんだけど。まあいいね。同じ赤だし。どんくらい作ろうかな。130くらい。やべ、全然出てこない。解凍しといたはずなんだけどな。全然出てこないんだけど。気を取り直してラズベリーグラサージュを作っていきます。いちごピューレじゃなくて正解だったかもしれない。味にアクセントが出るし、いちごの方は加熱するとどうしてもくすんじゃうから、見た目もラズベリーの方が綺麗にできると思うからね。はい、OK。よし、そしたらね、次はこれを取っていきます。いちごムースの方だね。せーの。よいしょ。お、いいじゃん、いいじゃん。マジで取れないこれ。硬い。よいしょ。これマジで凍ってないと絶対やばいよ。よいしょ。あー、気持ちいい。こっちの余った生地で作ったやつは本当に型が硬くて、なんかダジャレじゃないんだけど、取り出す時に結構汚くなっちゃったから、これはおやつにします。グラサージュがちゃんとできるか見てみよう。ちょっと一個だけやってみるか。ちょっと薄いか？わかんないな。グラサージュの温度的にこれ以上粘度は変わらない気がするので、そのまま全部にかけちゃいました。
落ちたやつも含めて余ったグラサージはこした後冷凍保存してまた別の機械に使います。だいたい1ヶ月くらいかな。それにしても今回作りすぎたかも。こういうとこはまだまだだね。いい感じじゃない？結構。さっき使ったもみじの型よりもう一回り大きいもみじの型があるので、これをね、使ってイチゴのヘタにしていきます。見て、こうやって逆さにしたらもうイチゴのヘタじゃない？天才的！フォンダンを直接つけると溶けちゃいそうなので、チョコレートでくっつけてみました。ここに超かわいい。やばいねこれ。正直さ、いちごにする予定はなくて、マカロンのあれを作った時に、あれこれもいちごにできるんじゃないってひらめいたんだよね。本当は普通にハート型のいちごムースにするはずだったの。見て、いちごちゃんかわいい。何このかわいさ。やばくない？やばくない？そしたら仕上げに今度はチョコペンでいちごの種を描きました。アイシングだと溶けちゃうからね。やばい、可愛すぎる。3つしかない。もっとたくさん作ればよかった。まあしょうがないね。とりあえずいちごムースがこんな感じで完成しました。拍手。可愛いです。そしたら次これですね。この存在忘れてた。よいしょ。やばい。なんかよくわかんない何かができた。何これって感じだけども、これで完成でいいかな？やりようがない気がする。これで完成とします。次はミルフィーユを仕上げていきます。ボロボロなんだけどどうしよう。見て、上のところがもうバリバリ取れてる。どうしようかな。重ねて層にできない気がするから、もうパイ生地の上にディプロマットクリームとイチゴを乗せて完成にしちゃいたいと思います。そこ。こんな感じで完成にしようかな。じゃーん。いい感じ。次これなんだけどさ、なんかね、ゼラチンが少なかったのか全然固まってないの。まあ一応プルプルになってんだけど、めっちゃゆるゆるになっちゃったから、この上に本当はゼリーを乗せようと思ったのね。2層構造にしようと思ったんだけど、無理そうなので急遽変更します。さっきミルフィーユで余ったディプロマットクリームを使いました。ゼラチンの量が少なかったのかな。しくったね。わあ、絶対美味しいじゃん。これはムースで余ったラズベリーグラサージュです。食感的に全部柔らかいみたいな感じだから、ここでアーモンドダイスを入れてあげることで食感にアクセントね。ほい、よいしょ。はい、できた。こんな感じでストロベリーゼリーのはずだった何かが完成しました。絶対美味しいよ、マジで。次、このレアチーズケーキ。お湯に浸したタオルで側面を温めてから型から外していきます。取れた。生まれた。かわいい。これもムースで余ったラズベリーグラサージュを使い回してます。今回品数が多い分使い回してるものもね多いです。もうデコレーションがワンパターンになりがちだけどしょうがないね。ほっほっ。でここに菊を貼るんです。はい、できた。見て、どういちごのレアチーズケーキが完成しました。イエーイ。よし、そしたら最後この大失敗したスポンジことで傾いていきます。この大きさのが2つと、待って、こんな薄い。こんなに薄いよ。悲しいよ。とりあえずこの大きさのを2つ傾いて、
残りはもう一つの大きさでできるだけくり抜いていきます。こうしてぴったりじゃない？もう一個できるねこれね。前回マスカットで作った時と同じやつをね作りたいと思います。こうやって箱の中に入れて、でクリームはね練乳ホイップにします。絶対合うよね。はい、こんな感じでできました。よし、そしたら絞っていきます。はい、できた。いちごのサンドケーキが完成しました。かわいい。そしたら次はさっきくり抜いた生地でミニサイズのホールケーキを作っていきます。4号サイズくらいかな。これもう一個どっか行っちゃったんだけど、あれ？あったー。よいしょ。ナッペができたら仕上げにいちごの模様を描いていきます。毛糸の質感になるような感じにしてみたんだけど、どうかな？できた。なんか意外と可愛くない？よし、これで完成にします。そしたら最後マカロンの仕上げをしていきます。マカロンの存在忘れてた。キュッて押してあげて、はい、できた。かわいい。で、最後これなんだけど、これはどうしようかな。こんな感じ。よいしょ。カップしていくよ。こんな感じで OK。何したんだろう私これ。私今なんでこれやった？流れるようにやったけど、中に使えるかなと思ったんだけど、結局使わなかったからね。いただいちゃいます。ということで、こんな感じでマカロンも完成にします。お疲れ様です。こんな感じでいちごのアフタヌーンティーセットが完成しました。かわいい。前回はマスカットっていう感じにしたんだけど、今回はそれのいちごバージョンということで、全体がピンクとか赤とかそういうのでね、統一されててめっちゃ可愛い気がする。疲れた。可愛い。早く食べたい。何種類作ったんだろう。オレオのやつ、マカロン、レアチーズケーキ、いちごムース、チョコムース、いちごゼリー、いちごのケーキ、サンドケーキ、ミルフィーユみたいなやつ。あとなんかこのいちごの盛り合わせ。10種類かな。まあ、結構使い回しが多いんだけど、前回の7種類を超えられたかなって思います。とりあえず一旦これは冷やして片付けをして、明日のアフタヌーンティーでいただこうと思います。めっちゃ楽しみ。ということでまた明日ね。見てー。めっちゃ可愛くない？いちごピンクだから洋服もピンクにしました。これお姉ちゃんからもらったトレーなんだけど、大理石だからめっちゃ重い。やばい、超可愛いんだけど。よいしょ。そしたらいただきます。やばい、どれから食べよう。まずね、このいちごのムース気になってたので、いちごのムースいただきます。やばい。いただきます。美味しい。
意外とねめちゃくちゃいちごチョコの味が強かったです。ラズベリーの味が前に出ちゃうかなってちょっと心配だったんだけど、ちゃんと引き立て役に回ってくれましたね。マカロンいただきます。いちごのマカロン。これどうやって食べる？これかぶりついた方がいいんじゃない？めっちゃ美味しい。これはね外がパリパリで中は柔らかいっていう食感のアクセントが結構良かったね。一番周りから好評でした。ゼリーのやつはやっぱりね固まってないのはちょっとよろしくなかったね。味はすごい美味しかったんだけどね、失敗です。私はこのサンドケーキが上位で好きでした。生地は薄かったけどふわふわではあってね、ホイップとセットでめちゃくちゃ美味しかったです。今回も勉強になることが多く、めちゃくちゃ楽しいお菓子作りでした。次は何のテーマにしてアフタヌーンティーセットを作ろうかな。ということで今日の動画はここら辺で、最後まで動画見てくれてありがとう。じゃあまたね、バイバイ。